F 近藤です。今日は日本銀行の金融政策、1995年から2023年3月までの金融政策の大まかな流れを確認したいと思います。現在の日本銀行の金融政策はオープンマーケットオペレーション、公開市場操作がメインになっています。特に資金供給オペレーションについて考えたいと思います。1985年から1994年にかけて、金利の段階的自由化が進んでいきます。1995年から1998年には、金融政策の新たな仕組みの形成が試行錯誤されます。それまでは、公定歩合、預金準備率操作、公開市場操作が金融政策の中心だったんですけども、それを短期市場金利を誘導するオペレーション、公開市場操作を中心とする、そうした新たな仕組みを作ろうとしたんです。1998年には無担保コールレートオーバーナイトをその誘導目標にする。この無担保コールレートというのは、まず金融機関同士で短期間の資金の融通を行う市場、これをコール市場と言います。簡単に言いますと、銀行と銀行のお金の行き来です。その時に使われるレートが無担保コールレート。その無担保コールレートをできる限り低く誘導する。1999年にはそのレートをゼロ、つまりゼロ金利政策が実施されることになります。2001年には保管貸付制度。これは日本銀行が担保の範囲内で短期資金を低金利で貸し付ける、そうした制度です。具体的には共通担保資金供給オペレーションと言います。このオペレーションは2022年の12月に注目されていますので、この名称を覚えておいてください。2001年から2006年は今度は量的緩和政策。操作目標は無担保コールレートから資金の量、具体的には日本銀行当座預金残高に変更されています。この日本銀行当座預金残高というのはどういうことかと言いますと、市中銀行が持っている国債を買い上げて、これ買いオペレーションです。そして市中銀行が使用できる資金の量を増やす。そうした目標にですね、変更されているんです。ところが、2006年には、この量的緩和政策が解除。操作目標は再び無担保コールレートに変更されています。これとても面白い動きで、無担保コールレートと、それから資金の量、多分2023年4月以降の金融政策にこの動きは関連してくる可能性があるのかなというふうに、私は考えています。2010年から2013年には
包括的な金融緩和政策が実施されます。まず、無担保コールレートを0から0.1% 程度で推移するように促す。そして、資金の貸付を行う。さらに、資産を買い入れていく。具体的には、長期国債、そして短期国債。国債に加えて、社債、そして ETF。この ETF というのは、株価指数などに代表される指標への連動を目指す投資信託。詳しくは、またね、時間があるときに、見ていきたいなと思ってるんですが、高校生の皆さんは、ETF というものがあるという程度で構いません。そして、J リート。これは不動産投資信託です。こういったものも、買い入れてきますよ。これが包括的な金融緩和政策なんです。2013年には、量的、質的金融緩和が行われるんですけど、これは異次元の金融緩和とも言われています。黒田総裁が実施した金融政策なんですね。まず、インフレターゲット。当時、アベノミクスの3本の矢の中で、大胆な金融緩和というのがあったんですが、これはインフレ目標の達成を最優先課題としていました。具体的には、消費者物価指数 CPI 前年比上昇 2% を目標にしたんです。アメリカではすでに FRB が2% のインフレ目標を導入していました。また、操作目標は無担保コールレートからマネタリーベースに変更されてるんですね。このマネタリーベースというのは、現金と日本銀行当座預金の合計値なんです。この3番目の資産買い入れなんですけども、実はこの時に長期国債、短期国債というふうに国債の買い入れの種類を増やしてるんです。この種類を増やしたことを質的金融緩和と呼んだんですけども、この国債をどんどん買い入れることによってマネタリーベースを拡大していこうとしたんですね。2016年の2月、マイナス金利付き量的質的金融緩和が実施されます。マイナス金利というのは、金融機関が日本銀行に預ける当座預金の一部にマイナス金利を適用するということです。10月には長短金利操作付き量的質的金融緩和が実施されています。この長短金利操作付きの長短というのは、まず短というのが短期の政策金利のことです。この短期の政策金利をマイナス金利にするんですね。金融機関が日本銀行に預けている当座預金を3つに分けて、一定額を超える部分の金額に
マイナス金利を適用させます。無担保コールレートもマイナスに推移するようになって、さらに短期国債の利回りもマイナスになってきます。長短の長というのは長期金利をコントロールするということ。つまり、イールドカーブコントロールです。具体的には、10年日本国債などの利回り、これを操作するんですね。日本国債がどんどん売られると、利回りが上がってきます。そうしたときに、銀行が持っている国債を買い入れるんです。買いオペレーション。買いオペレーションの結果、マネタリーベースが拡大するんですね。このマネタリーベースの拡大が量的金融緩和。そして買い入れる国債の種類を増やしたり、さらにその他社債や ETF や J リートを買い入れていく。これがですね、質的金融緩和になるわけです。長短金利操作付き量的質的金融緩和。とても難しいですけども、一つ一つ確認してみてください。2020年4月の金融政策決定会合では、コロナショックへの対応として、金融緩和の強化が決定しました。2021年の3月は、より効果的で持続的な金融緩和。ところが、2022年の12月には大きな変化が起こります。まず一つ目が、10年国債金利の変動幅がプラスマイナス 0.25% 程度からプラスマイナス 0.5% 程度に拡大してるんですね。ちょうどこの頃、ドル円の円がどんどん売られて大幅な円安という状況が発生していました。同時に日本国債がどんどん売られていたんですね。その状況下の中で、プラスマイナス 0.25% からプラスマイナス 0.5% 程度に拡大したということなんです。それからもう一つ、共通担保資金供給オペレーションなんですけど、これは、見ていて、すごいなというふうに思ったんですけど、貸付期間を1年から10年に延長した。つまり、この金融機関は日本銀行から低金利で資金を調達。その資金を使って高い利回りの国債、例えば短期国債なんかを買えば儲かる仕組みが出来上がっている。つまり日本銀行というのは買いオペレーションを直接しなくても銀行が国債を買ってくれるという仕組みを作り出したんですね。こういう状況下の中で2023年4月、黒田総裁の任期が満了します。このページに2023年4月以降の金融政策の変化を記録していこうと考えています。このグラフは日本国債のイールドカーブ、そして無担保コールレートの推移、さらに短期プライムレートを示しています。この赤いグラフが10年国債のイールドカーブです。下から
2年国債、5年国債、20年国債、30年国債になっています。イールドカーブコントロールが行われた場所は、0.25% が突破された場所、例えばこの部分ですよね。同時にグラフが下がっているところです。例えばこの部分もそうですよね。探していくとたくさんあると思います。そしてプラスマイナス 0.25 からプラスマイナス 0.5 に拡大した時の状況がこの状況になります。この後、イールドカーブや無担保コールレート、そして短期プライムレートがどのように変化していくのか注目していきたいと思います。